こんにちは、写真家の井上弘樹です。今回のテーマは M モードプラス IS オートのおすすめです。井上はかつて A モード、絞り優先モードと S モード、シャッター速度優先モードを使い分けていましたが、M モードプラス IS オートで撮影するようになってからは、撮影が一気に楽しく、そして効率的になりました。この素敵な撮影方法について今回は皆様と一緒に見ていきたいと思います。かつて井上がカメラを始めた頃は A モード、絞り優先モードで練習を始めましょうと教える教則本が多くありました。そういった教則本に従って A モードで絞り優先で撮影をすると、絞りの効果についての勉強ができてなるほどと納得をしていました。カメラを手にして近所をフラフラして街の風景を撮ってるうちは良かったのですが、ここで問題が出てくるんです。そう、動物や飛行機、動き回る子供の撮影がうまくいかないのです。そこで教則本を読み返すと、今度は動きの速い被写体は S モード、シャッター速度優先モードで撮りましょうと書いてあるんですね。それを思い出してやってみると、被写体ブレはだいぶ収まってくるわけです。井上が北海道に戻って写真を本格的に撮り始めて半ば修行し始めた頃は、風景を撮るときは A モード、絞り優先モードで撮って、キタキツネやエゾリス、そしてエゾシカが現れたら S モード、シャッター速度優先モードで撮影するということをしていました。被写体を風景と動物に大きく分けて A モードと S モードを使い分けるというのは理にかなっている部分が大きいと言えます。このゼミに参加いただいている皆様の中にもこのように使い分けされている方もきっといらっしゃることと思います。でも問題が出てくるんですね。それは何かというと、風景を撮影するために A モード、絞り優先モードで撮影をしていて、いいの撮れたなと満足して車に戻って目星をつけている次の風景撮影地へ向かうのですが、その移動中にキタキツネが出てくるんです。キタキツネがびっくりしないように減速しつつ一度やり過ごすようにして車を止めて、その後でキタキツネに近づいてさあ撮ろうとなると、そう A モード、絞り優先モードにカメラは設定されたままになっていて、成り行きのシャッター速度が125分の1秒なんかになってるんですね。あちゃーとなります。そこでモードダイヤルを回して A モード、絞り優先モードから S モード、そうシャッター速度優先モードに変えてなんてやってるうちに逃げられちゃうんですね。例えばこの白樺の新緑を撮っていた日のこと、ちょうどね10年前の2014年の夕方でした。この時は A モード、絞り優先モードで撮っています。謎の絞り値 F9 にして撮影しています。光が綺麗で撮影結果に満足をして、この素敵な場所は秋にまた来て撮らなきゃなと思いながら日没を迎えました。太陽が沈んでいくのを見届けてなんか撮ってるんですね。この写真本当久しぶりに見ました。撮影データを見ると、先ほどは 1670mm のズームレンズをつけて撮っていたようですが、この時は 55mm から 210mm までの望遠ズームレンズに付け替えていたようです。でこの時ね F6.3 ですよね。そしてその後出会ったのがこの狼風のキタキツネ。とっさにレンズを向けるわけですが、そう A モード、絞り優先モードなわけです。そして F6.3 は暗い時は感度を上げればいいんだとなって、感度を ISO800 に設定しました。肝心のシャッター速度といえば125分の1秒のまま、 35mm 版換算値で 313mm で125分の1秒で手持ち撮影となるとブレブレになってしまいます。今の井上でも苦しいというか、これで撮るのは無理ですね。A モード、絞り優先モードではまともに撮れないのです。こんなこともありました。例えばキタキツネを撮影しているとき、被写体が動き回る動物ですから S モード、シャッター速度優先モードにして撮影をするわけです。うまく撮影しているつもりだったのに思わぬことが起きるんですね。キタキツネがもう一匹増えましたね。一匹だけ撮ってたところにもう一匹来るわけですよ。どちらの顔にもピントが合うように撮りたくなります。でもそれぞれの顔までの距離が少し違う。正面から見たら同じような距離に見えても、横から見たらちょっと違うってことありますよね。こんな時どうしますか？それは絞り値を大きくして被写界周囲のピントが合う範囲を深くしたいんですよね。でもこれが S モード、シャッター速度優先モードではカメラが成り行きで絞り値を設定するので、自分で絞り値を設定することができないんですね。これで素敵なシーンを撮り逃します。S モード、シャッター速度優先モードでは撮れないんですね。残念です。でどうするか。絞りもシャッター速度も自分で自由に設定したいとなると、
シャッターモードは A モード、絞り優先モードでも S モード、シャッター速度優先モードでもなくて M モードということになります。いよいよ出てきましたね。野生動物の撮影で多く使用される絞りは開放あたりでシャッター速度は1000分の1秒が基本です。この基本の設定から状況に応じて調整をしたい。どちらの要素とも自分で設定したいんですね。ここで自分でその両方を決めて撮影するのは難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今や主流となっているミラーレスカメラは背面ディスプレイだけでなく EVF 電子ビューファインダーの中でも絞りやシャッター速度や感度の設定値が反映されて見えるんですね。どのように映るのか表示されているわけですから、それを見ながら撮影したいようにダイヤルを回せばいいわけです。簡単です。問題は絞り、シャッター速度、感度の3要素を全て自分で設定するとなると、いくら背面ディスプレイや EVF 電子ビューファインダーで見ながら簡単に設定できるといっても面倒くささは残るんです。特に野生動物のように動き回る被写体は日向にいたかと思えば日陰に入ることもあるでしょう。彼らが受ける光だけでなく背景の明るさもどんどん変化します。その度に ISO 感度を自分で調整するのはあまりにも面倒なんです。その面倒さを解決する手段として ISO 感度を特定の数値にするのではなく ISO オートというものがあります。ISO 感度の下限と上限を任意の値に設定することができるモードです。井上の場合は ISO 感度の下限をそのカメラの常用感度の最低値に、上限については何度か実験をしながら後のローゲン像でノイズを除去できる限界値に設定します。かつては ISO1600 あたりを上限としていましたが、今は ISO2000 や3200あたりとしています。もちろん、とても暗いところでは ISO12800 などにしておくこともあります。つまりこの M モードプラス ISO オートでの撮影方法は、絞り値とシャッター速度を自分で決めて、ISO 感度を自分が事前に設定した範囲の中でカメラに決めてもらうというものです。この時露出の調整はカメラにある露出調整機能を使います。例えばこのカメラであれば露出調整ダイヤルっていうのはこの右肩のところにあるんですね。背面ディスプレイや EVF 電子ビューファインダーを見ながらこのダイヤルで明るくしたり暗くしたり指示して、その指示に応じてカメラが ISO 感度を決めてくれるということになります。この撮影方法は動き回る被写体を撮影するときに非常に効率が良くなるので、まだ試してない方はぜひお試しください。実際にこのように1匹だけを撮影するときは現場の植生をはじめとした環境をこう取り残すという特別の理由がない限り、絞り開放で撮影するのが井上のスタイルです。この時は 400mmF2.8 のレンズを使っていたので F 値は開放の F2.8 です。この後2匹の子狐が僕の隣で喧嘩を始めました。口を大きく開けて威嚇し合ってます。画面の中に2匹の子狐がいて、その子狐たちが近くで何かやり取りを始めたなら、そのどちらにもピントを合わせて撮りたくなるものです。400mm で F2.8 となると被写界深度が浅くて片方にしかピントが合わない可能性が高いので、こんな時はさっと絞りダイヤルを反射的に回して被写界深度、ピントが合う範囲を広くして撮影をするのが定石です。絞りが絞られてセンサーに入ってくる光量が少なくなってしまいますから ISO 感度を変えていかなければ暗く映ってしまいます。 ISO 感度をオートの設定にしておくと、露出ダイヤルで設定した明るさを得ようとして自動的に ISO 感度が上がってうまく撮れるということになります。こういったとっさの対応ができるのが M モードプラス ISO オートでの撮り方なんですね。M モードプラス ISO オートの撮影中に気をつけたいと思うことがあります。まず風景写真を撮影するときに ISO 感度の値を気にしておかないと、気づいたら ISO1600 なんかで撮影してしまっていることがあります。落ち着いて時間をかけて撮影できる風景写真はできるだけ良い画質で撮っておきたいものですから、 ISO 感度が常用の最低値になっているかどうかの確認はしておきましょう。もう一つ気をつけたいのは ISO 感度の最高設定値で撮影してもそれでもなお暗く映るときはそのまま暗く映ってしまうということ。暗く写った写真を持ち上げるのはノイズとの戦いになってしまいます。ノイズとの戦いで勝てる見込みがあれば良いのですが、明るく映るように少しシャッター速度を遅くするか絞り値を下げてみる選択肢も持ち合わせておくと良いかもしれません。
いかがでしたでしょうか。 M モードプラス ISO オートは自由度が高く、自分の撮りたい写真に最適な設定を見つけることができる素晴らしいモードです。まだ試してない方はぜひ一度試してみて、その自由さを体験してみてください。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。